深川宗俊さん、当時24歳。爆心地から 3km の南観音町で被爆しました。深川さんは三菱重工業広島機械製作所で朝鮮人徴用工の指導をしていました。その日は寮から朝鮮人徴用工を工場へ送り出した後被爆しました。戦後峠三吉らと我らの詩の会の創刊に参加し、反戦詩を読み続けています。また朝鮮人徴用工の問題にも取り組んでいます。そうですね、1945年の7月に、三菱重工広島機械製作所に、勤めをしたんですね。で、当時の職としては朝鮮半島から強制連行された22歳の青年約3000人いたんですね。で、この人たちの指導員ということで就職をしたわけです。で、8月6日はちょうど5日は当直でして、で、8月6日を迎えたわけですね。徴用工っていうのは軍隊編成でしたから、朝はちゃんと一部屋ずつ点呼をして歩いて、その日工場で食べる食券を手渡していたんですね。で、夜は帰ってきて消灯まで事務所にいまして、であとは自分の部屋に帰ってたんですけども、で8月6日の朝うちによく晴れていて、今日も暑い、一日になるんだなと思いましてね。でちょうどまだ出勤してきませんし、で韓国の青年たちを工場へ出した後、私の部屋があったもんですから、私の部屋に入ろうと思った時に突然目の前が真っ赤な炎に包まれたような形になってきて、で、人間ってのは本能的に対応できるもんだなと思ったのが、すぐその場に床に伏したんですね。で床に伏したと同時に後から分かったんだけども、爆風がとてもきつい爆風で、私の部屋まで壁は3つか4つあるんですけども、それをずっと倒して、で天井がベニヤ板ですから落ちてくる。でもう全く視界は分からないぐらいに人愛でですね見えないし、このまま死ぬのかなと思って、もうその瞬間にいや助かるという本能的な考え方で少し埃が収まった頃、体を動かしたら動くもんですから、これは大丈夫だと思って、で一旦外に出て、でその時にこの後ろガラスかなんかで切ったんだと思うんですが、ちょっと出血したもんですから、で当時赤チン赤チンって言ったちゃんと袋を持ってましてね、で防空頭巾もちゃんと持ってたわけですね。で治療をして、それから巻きギャハンって足に巻きますね。それしてなかったんで、それをちゃんとして、で全く私の近くに落ちたと思ってましたからね。で資金弾だ、これは大変だっていうんで、外に出て寮をずっと一回りしたんですね。でその時に職員の女子の職員がそうですね、かなり出血をしていて、でそれをちょうど徴用工の小隊長が金沢っていうんですけども、彼がいたもんだから、これすぐ病院の校内の病院に連れて行ってくれっていうんで預けて、そして待機をしてた。
でその頃はもう本当にあれだけカンカンに照っていたのが異様にこう静かで、全く異様に薄暗くって黄昏のような感じでしたね。10時頃は黒い雨が降ったんだと思うんですね。で私のシャツがこう反転ができるぐらいの程度の黒い雨なんですけども、海軍が入っていましたからね、造船所に。でその兵隊が自転車に乗って「油をまいたぞ」って言ってこう叫んで通ったのをはっきり記憶してるんですけども、で私の母が三菱重工の正門の前の竹中組に勤めてたんです。で母の伝言を徴用工が伝えに来ましてね、女の人が元気でいるから安心するように言っておられましたということで、まあ安心したんですけども、近くに落ちたんだと思ってたのに、もう火の手はずっとこうあちらこちらから炎が上がってるわけですね。ああこれは大変なんだなと思って、でまあ妹がちょうど朝日兵器に学徒動員で出ていたし、で上の妹が市役所の配給課に勤めてたんですね。でその晩こうまんじりともしないで夜が明けて、よし今日はとにかく妹を探してみようと思って朝から、寮を出てですね、そしてエヴァ線に出て、そしたらエヴァ線の電車の単線だったと思うんですが、ずっともうレールとレールの間にこう死体がこう並べてありましてね、いやなんて人間っていうのは極限の状況になると全く感動しなくなるんですね。で全く無感動でそれをやり過ごして、で明治橋を渡って、もう市役所がすぐ目の前に見えてましたし、そして倒れた電線だとか電柱をまたいでは電車道路に出たんですね。でこう果てしないこう焦土の中で異様に水の蛇口ですねから水が噴き出ていた。でその水の爽やかさっていうのかとても印象に残っていて、なんか殺伐とした気持ちになんか潤いを与えてくれたっていうんですか。でその水を見ながら市役所の南側の入り口に入ろうとしたら、ちょうど入り口に石段に女子学生がこうして座ってるんですね。で死んでるのかな生きてるのかなと思って、本当にみんな皮膚がやっぱり硬直してくるもんで手が自由気利かないんで、なんかこう救ってくださいみたいなこう手を差し伸べているような死体が多くありましてね。で配給課に入ったら書類の焼けた堆積がこれぐらいありましたかね。だから雪の上を歩くようにズボッとこう生えていくような感じで、そこにきれいな骨が2体で、その骨を見てたらずっとこう見てたらなんか妹の顔に見えてくるようでしてね。で上の妹は配給課にいた妹は吉島の航空隊の兵隊に誘導されて、ちょっと怪我がひどかったもんですから、なんか船で似島に送られて、で1週間ぐらいして自宅に帰ってきたんですね。で今でもガラスの破片がこう出てくるんですね。だんだんこう腫れてくる。で病院行って取ってもらうとそれがガラスだったりしてですね、でかなりガラスももう45年も経てばきれいに摩耗してしまってガラスのような形になしてないんですけども、
死体が異様にたくさんあって、その頃まだ戦争にはまだ勝つんだと思ってた人が、たくさんいるわけですから、でこうゆえもなくこう涙がこぼれるというんですか、初め無感動の時間が続いて、それからこうずっと高野橋あたりまで来ると無性にこう涙がこうせき上げてくるというような、とにかく想像できないぐらいの状態が広島全市に繰り広げられたわけですからね、もうとても想像がつかないんじゃないですかね。徴用工が帰って2週間ぐらい経った頃から、韓国の家族から問い合わせがどんどん来るようになりましてね、で息子がいまだに帰ってこないけれどもどうしたんだろうということで、8月15日の日本の敗戦が韓国の青年たちにはやっぱり祖国の解放であったわけですから、でおかしいな、確かに広島駅は私も送っていったし、当然ついてなくちゃならないのにと思いながら、どう手当てしていいか分からなかったから、ほとんどそのままになっていたわけですね。でただ私がその後韓国に渡ることになるんですけども、驚いたのは原爆被爆後、徴用工が奥さん宛てに手紙出してるんです。でそれがついてるんですね。だからその辺日本のこういう郵便の機構っていうのは優れていたんかなと思うんですけども、でソビエトが参戦した。でご存知のように広島で、新型爆弾を浴びたけども私は健在だと、安心しなさいと、ただ帰国が遅れるかもしれないというふうに出してるんですね。でそれを受け取った奥さんのユン・チョンエイというご婦人がもう矢も盾もたまらず一日でも早く夫と会いたいという切なさをしたためた手紙を書いて広島に送ってるんです、三菱の寮宛てにですね。でそれが封筒に大きくね名刺ぐらいの大きさで戦災用という朱肉の印画をしてあって、ユン・チョンエのところへまた帰ってるんですよね。ですからもう敗戦後ですからね、それでも郵便物だけはきちんとその職責を果たしていたっていうんですかね。で戦災用で自分の手紙が自分の手元に届いたということですね。今でもそのチョンエイさんは広島の夫から来た手紙はもう私の宝物だと。で生まれたばかりの子供が2人いたけれどもこの子たちが大きくなってその夫の手紙を見ては泣くので、しかしこれだけはお母さんの宝物だから焼かないでほしいと言って今も大切に持っていますという手紙をたくさん持ってましてね。だから帰らなかった遺族の方っていうのは大変だったと思うんですね。そうですね、核兵器について理屈は成り立たないっていうか言い訳はできないですよね。だから一つの運動にしてもなぜそうなるのかっていうのがよくわからないし、やっぱり核兵器に反対するというのももう共通であるはずなのに一つのものにならないというのは非常に残念ですね。なんとか一つになればいいんだと思うんですけども、そういう願いを込めて詩を書いたり歌を作ったりしてるつもりなんですけども、
修学旅行で子どもたちが来ますけども、全部受け持つわけにいかないんで、連絡があれば出向いて子どもたちと一緒に広島について話し合っています。特に低学年ってのはね、非常に怖いのは僕たちは例えば韓国人に差別しないよとか、僕たちは生まれていなくてよかったとかという発想に陥りやすいんですよね。やっぱりそうじゃなくって私たちの親、またおじいさんおばあさんの世代が背負ってきたやはり歴史的な加害者としての立場っていうのはやっぱり息子や孫が受け継いでいかなくちゃならないんだと思うんですね。そういうところで子どもたちと同じようなレベルのところでどうしたら話ができるだろうというところで一番苦労しています。そしてうまく同じところで向き合って話ができるときに初めて子どもたちが感動して広島を持って帰ってくれると思うんですね。よく話しているのは広島の被爆者になって帰ってくださいと言ってるんですね。だから君たちは私の話を聞いたことで被爆者になったんだ。だからあなたたちが被爆者になったということは君たちの一生を通じてやはり大切な問題だと思うんで、やっぱり広島の被爆者になって帰ってください。でそんなに広島長崎の被爆者がたくさん増えれば増えるほどやっぱり戦争はなくなるだろうし、核に対する認識もきちんとしたものになっていくんではないかというふうに思いますね。ただあの日が怖かったというだけではなかなか怖かった、そういうものには会いたくないということだけで終わってしまうんじゃないか。ですから母親と教師と子どもの平和への接点がやはり広島の語り部の中でも特に求められていかなくちゃならない大きな課題だとは思いますね。小さな骨。早春の広島の川の透き通る水底にふと見つけた小さな骨。ふさふさとした黒髪の少女か、つぶらな瞳の少年か、小さな骨。閃光と炎と滅びた町の網膜に焼き付いたあの日の死の幻影。ああ、川砂にしがみつき、流れに手を上げる小さな骨。人間の悲しみのささやき、人間の悲しみが怒りと力になることのささやき。小さな骨よ、平和への人間の力を信じよう。人間の平和への誓いを。